ご視聴ありがとうございます。シーサーです。今回は全く新しい新ブランドカーユプラスから登場した新作の高級シャーペンカーユプラスのエイムビジョンとエイムビジョンプロを徹底レビューしていこうと思います。価格はエイムビジョンプロが税込み7920円、エイムビジョンが税込み5500円です。なかなかの高級シャーペンですね。一般の発売日は2025年7月24日となっています。実は今回カーユプラスさんから動画を作ってほしいと提供いただきまして作っているプロモーション動画となります。プロモーション動画ですが、いいところしか言わないのはレビューとして価値がないと考えているので、実際に僕が使ってみて、良かった点だけじゃなくて気になった点も徹底的にレビューしていこうと思います。それからこのペンやロゴ、それから化粧箱など、トータルでデザインしたクリエイティブディレクター矢原拓氏にもオンラインでインタビューをさせていただきました。そこでこのペンのこだわりなんかもかなり深くまで質問したりしたので、それらも踏まえてこのペンについてしっかりと紹介していこうと思います。一応エイムビジョンシリーズ全てのカラーを提供していただいたので、何色にしようか迷っている方も参考になれば幸いです。それではやっていきましょう。開封する前に今回紹介するカーユプラスというブランドについて、どんなブランドなのか簡単に紹介していきます。カーユプラスは今月2025年の7月にデビューするメイドインジャパンを掲げる新しい日本の文房具のブランドとなっております。ブランドのコンセプトは本物の価値を知り心を豊かにする。実はこのカーユプラスなんですが、ただの新しいブランドではないんですよね。実は中国最大手のカードゲームメーカーのカーユが母体になっています。もともと中国ではトレーディングカードの海賊版がすごく多かった市場だったんですが、そこでカーユが本物のいいゲームを広めてきたということから、本物の価値を届けるということの重要性を学んだそうです。そこで今度は文具大国である日本のものづくりの精神をプラスして世界に本物の文房具を届けたいという思いからカーユプラスが立ち上がりました。言ってしまえばとてつもない資金力を持った中国の資本が日本で会社を立ち上げ、日本の文具市場に参入してきたということで、正直かなりお金をかけてるなといった感じです。文房具屋さんで置く重機なんかもめちゃくちゃかっこいいですし、結構新しいブランドってスモールスタートで、小さく始めていくってことが多いんですけれども、カーユプラスはこれまでのノウハウとか、資金力とかそれらをフルに活かしてこの市場に入ってきたということで、これからの文具業界の流れが少し変わるんじゃないかなとも考えています。その記念すべき第1弾がエイムビジョン、セラー、ティントの3つのシリーズとなっております。今回僕はエイムビジョンシリーズを徹底的にレビューしていきます。まず化粧箱から見ていこうと思うんですが、これまたすごいお金かかってるし、めちゃくちゃかっこいいですね。まずはエイムビジョンプロから開封していきましょう。この化粧箱の中にマグネットが入っていますね。このように開くとペンの図面が書かれていて、なかなかにかっこいいです。それからこちらは保証書となっております。こちらがエイムビジョンプロのメテオブラック、チタニウムゴールド、スノーホワイトでございます。定価が税込み7920円。合計3色展開で 0.5mm のみの展開です。続いてはエイムビジョンを開封していきましょう。このターコイズグリーンの紐を引っ張ると2枚の紙が入っています。こちらは原寸大の図面が書かれた取扱説明書。こちらは保証書になっていますね。こちらがカーユプラスのエイムビジョンストーンブラック、ネイティブゴールド、ミネラルシルバーでございます。価格が税込み5500円。合計3色展開で 0.5mm のみの展開です。まずこのペンの第一印象なんですが、世界観の作り込み、それからデザインやパーツの作り込み、本当になかなか作り込んでるなといった感じです。特にこちらのエイムビジョンプロに関してはぎっちり感がすごいんですよね。これぞ文房具好きのロマンを詰め込んだかのような、もうただ握るだけでも高級シャーペンだというのがわかりますね。それに対してエイムビジョンスタンダードは思った以上にめちゃくちゃ軽いです。
見た目はプロもスタンダードもそんな変わらなそうに見えるんですけれども、エイムビジョンのスタンダードモデルは ABS 樹脂がボディに使われていて、本当に持った感じはプラスチックボディのシャーペンとなっています。エイムビジョンプロはぎっちりしてて重たい。で、エイムビジョンのスタンダードモデルは軽い。この違いがめちゃくちゃ面白いなと思いました。デザインはかなりメカメカしいですね。最初はこの上の部分が独特すぎてちょっとね違和感があったんですけれども、割とすぐ見慣れましたね。一般的にこういうメカメカしいシャーペンってなんかいかにもメカメカしいっていう感じがして、ちょっと普段使いしにくいデザインっていうものが多いんですけれども、こちらに関してはこのメカメカしさと美しさがすごくいい次元でね両立されているような感じで、個人的にはこれまでになかったすごい面白いデザインだなと思います。スペック解説していきます。まずは重量。エイムビジョンのスタンダードが 12.7g なので結構軽いですね。で、エイムビジョンプロが 25.9g ということで、結構重たいシャーペンとなっております。それから全長はスタンダードが 142.5mm。プロが 144.3mm となっております。全長は少し長めですね。グリップの直径はスタンダード、プロともに約 9mm となっております。やや細めなグリップなんですが、違和感なく握れる万人受けしやすいグリップかなと思います。続いて重心の位置なんですが、スタンダードが先端から 63mm、結構低重心です。で、プロが先端から 77mm ということで、結構後ろの方に重心があるといった感じです。スペックについてまとめると、もうスタンダードモデルはもう本当にとにかく軽快にスラスラ書けるスペックをしています。で、プロの方は軽快さというのは正直全然ないかなと思います。どちらかというと本当にゆったりと正確な文字を筆記する、そういったシャーペンなのかなと思います。それではデザインについて比較しながら見ていきます。まずはエイムビジョンという名前なんですけれども、エイムというのが狙う。で、ビジョンというのは視覚や想像、それから構造といった意味があります。つまり狙った線を正確に描き、想像を加速させる、そんな製図用シャーペンとなっています。エイムビジョンプロのコンセプトは、文字通りプロが使うための究極の道具でございます。それに対してエイムビジョンのスタンダードモデルは日常に寄り添う軽快な相棒となっていて、そこからもコンセプトが違ってくるといった感じです。それではそれぞれのカラーを見ていこうと思います。エイムビジョンプロはメテオブラック、チタニウムゴールド、スノーホワイトの3色なんですが、主張を抑えた落ち着いたカラーリングになっています。こちらメテオブラックなんですが、もうほとんど艶消しのパーツのみで構成されています。この中央のリングはシャンパンゴールドのような色味なんですが、これまた上品ですよね。で、こちらがチタニウムゴールドなんですが、チタニウムゴールドもまた上品なカラーリングとなっています。一番面白いなと思ったのが、こちらのスノーホワイトなんですよね。これはデザイナーの矢原さんから聞いた話なんですが、ただおしゃれな理由で白にしたわけではなくて、一般的に文字を書くときって白い紙で文字を書きますよね。で、白い紙に文字を書くときにペンの存在が視界の邪魔にならないように、このスノーホワイトという色が選ばれたそうです。これまでのシャーペンってマットブラックのシャーペンであるほど最も落ち着いていて、書いてる時の視界を邪魔しないという、そういった考えが一般的だったんですけれども、確かに紙と同じ色の方が目立ちにくいですよね。その着眼点すごい面白いなと思いました。それからこのスノーホワイトは光の反射を極力抑えるために、パールとかは入れておりません。よくホワイトのシャーペンってなんか細かいパールみたいなラメみたいなものを入れることが多いんですけれども、こちらは目立たせないというコンセプトからマットな質感になっています。続いてはスタンダードモデルのカラーも見ていきます。最も大きな特徴としてターコイズグリーンがアクセントになっているんですよね。それによってプロはかなり落ち着いているのに対して、スタンダードは少しポップな印象になっています。ちょっとね、なんか先進性を感じますよね。こちらがストーンブラックなんですけれども、ブラックとターコイズグリーンの対比がなかなかいいアクセントになっててかっこいいですよね。で、こちらがネイティブゴールド。エイムビジョンプロのチタニウムゴールドと比べるとより濃いゴールドになったかなといった印象です。プロの方は主張を抑えるために、結構ね薄めな色味なんですけれども、スタンダードの方は、よりポップな印象ということで少し濃いゴールドとなっております。こちらがミネラルシルバー。一般的なシルバーよりも明るさを抑えたすごい落ち着いたシルバーでございます。続いてノックキャップ見ていきます。
ノックキャップもプロとスタンダードでデザインが若干違っております。プロの方はローレット加工が施された真鍮製のノックキャップとなっていて、これもなかなか手間がかかっていますね。で、スタンダードモデルはプラスチックのノックキャップとなっていて、結構軽めな印象です。内部のチャックはどちらも共通なので、ノックした時の感覚は一緒ですね。結構繊細なノック感になっていて、で、ノックするところも少し幅広になっているので、ノックしてても指が優しいキャップになっています。続いてはコード表示ダイヤル。正直このペンで一番すごいなと思うのがこのコード表示ダイヤルなんですよね。これはデザイナーの矢原さんが、潜水する時のこのダイバーズウォッチのカチカチ回るベゼルの機構をヒントに開発された、独自のギア構造のコード表示ダイヤルとなっています。ただ時計の機構をそのまま小さくしてもこの 9mm の細い軸には収まらなかったとのことで、そこで工場の設計者と何回も試行錯誤を重ねて、このペンのためだけの独自の超小型のギア機構というのをゼロから開発したそうです。このコード表示ダイヤルは特許申請中とのことで、本当にこれまでになかったコード表示ダイヤルです。このコード表示ダイヤルは一方向に回るので、反対方向には回すことができません。どうしてこのギミックのコード表示ダイヤルを採用したのかと言いますと、ペンを握ってる時とか筆箱に入れたりする時に、勝手にこの表記が回ってしまうっていうのを防ぐためです。で、このダイヤルの回し心地もモデルによって結構違ってて、エイムビジョンプロの方はやっぱり全体が金属のボディになっているので、すごく金属感を感じる緻密な回し心地になっています。スタンダードモデルの方は、プラスチックの軸っていうこともあって結構軽い音がしますね。本当にね、この音も感触も気持ちいいので、授業中カチカチ回されるとちょっと迷惑かもしれないので気をつけた方がいいかなと思います。それからこちらクリップなんですけれども、たった 24mm というめちゃくちゃ短いクリップとなっております。一般的なクリップって 40mm 前後のものがすごい多いんですけれども、たったの 24mm しかないということで、この短さもね、かなり振り切ってて面白いなと思いました。ペンの先端からクリップの先端までの距離が 96mm となっています。なので握ってる時にクリップが指に当たって不快感を覚えてしまうってことはまずないかなと思います。続いてはボディを見ていきます。実はボディはプロとスタンダードで形状が違うんですよね。プロは真鍮製の円柱ボディに対して、スタンダードは ABS 樹脂の八角形のボディになっています。どうして八角形のボディになっているのか、これデザイナーさんに聞いた話なんですが、新しいアイデアを考えるときに無意識にペンのいろんなところを触るんですが、その時にこの丸いグリップから八角形の軸に指が移動した時の感触の変化が考える思考のきっかけになるというね、めちゃくちゃユニークな理由で八角形が採用されたそうです。正直5500円もするシャーペンに ABS 樹脂はちょっとね高いなっていうふうには思ったんですけれども、実際に見てみるとボディにパーティングラインは全然見えなかったので、見た目のプラスチック感というのはかなり少ないかなと思います。唯一気になったのがこのコード表示ダイヤルのところにあるパーティングラインで、そこでプラスチック感がね少しあるかなと思ったぐらいで、それ以外のところではほとんどプラスチック感はなかったですね。続いてグリップ見ていきます。まずはプロ。こちらはローレット加工が施されていながら、内側からシリコンのグリップがニョキッと出ている、そういったグリップになっています。ペンテルのシャーペンおなじみのデュアルグリップみたいな感じなんですが、エイムビジョンプロはこのシリコンがね結構出っ張ってるので、この凹凸感が握ってて気持ちよくて、個人的にめっちゃ好きなグリップです。薄さが 0.5mm の真鍮製の筒にローレット加工を施して、でさらに穴を開けて、で別で作ったシリコンの筒を手作業でこのグリップに装着していきます。でこの穴開け加工というのがすごく難易度が高いらしくて、最初は製造効率を考えて全部の角度から一気にプレスで穴を開けようとしたらしいんですが、どうしても一気にやろうとすると金属が引っ張られてしまってバリができてしまって、すごいね痛い握り心地になってしまうことが多かったそうです。そこで最終的には90度ずつ穴を開ける作業を4回にわたって行うという方法で落ち着いたそうです。でそのような作り方をしていても、どうしても 1-2% ぐらいはバリが出てしまうそうで、そこは全ての数人の手と目で検品をして、少しでもバリが出て引っかかりがあればそれは弾いているそうです。でこういう人の手による時間がかかる工程が一つでも増えてしまうと、製造費ってね一気に跳ね上がってしまうんですけれども、そういったところを惜しまずね、もうとにかく手間をかけてやろうと考えているのがこのエイムビジョンプロのねロマンなんじゃないかなと思います。
スタンダードのグリップはローレット加工は施されておりません。それからスタンダードのシリコンの出っ張りもプロよりも少しだけ低くなっています。プロの方がだいたい 0.5 ミリぐらい出っ張りがあるんですけれども、スタンダードはその半分ぐらいの出っ張りっていう感じですね。この AIM Vision Pro の方はローレット加工に穴開けをしているということで、どうしてもこの穴のキワキワのところはトゲトゲしているので、シリコンの高さが低いと握った時にね、結構チクチクしてしまうそうなんですよね。なのでチクチクしないようにプロのモデルだけシリコンの高さを高くしているそうです。正直僕はね、いろんなシャーペンを握ってきたんですけれども、このプロの握り心地めっちゃ好きですね。ジェットコースターの安全バーで体ががっちり固定されているかのような、本当に一回握ったらもう離れないような、そんなホールド感を楽しむことができるのがプロのグリップとなっています。スタンダードの方はプロほどのがっちり感は正直あんまりないですね。ラバーの出っ張りが少ないので、なんか気軽に握れるという、そういったグリップかなと思います。それからプロとスタンダードでラバーの線の本数が違うんですよね。プロの方は3本になっているのに対して、スタンダードは2本になっています。これはどうして違うのかと言いますと、スタンダードはローレット加工がない分、プロよりも滑りやすくなっているので、スタンダードの方が指に触れるラバーの面積を増やして、グリップ力を高めているからだそうです。続いては口金見ていきます。実は口金はグリップと一体化の構造になっています。書いてる時に口金のネジが緩んでしまうということがないので、より安定感を高めたボディとなっているんですよね。こちらは製図用シャーペンとなっているので、先端は 4mm のガイドパイプが採用されています。先端の形状もプロとスタンダードで若干違うのも面白いですよね。プロの方がよりメカっぽくなんか精密さを感じるような形状になっていて、スタンダードの方がこの細長い面積が長いので、書いてる時にね、視界に入ってくる面積を減らして視覚情報からも軽やかさを感じさせるという狙いがあるそうです。それでは分解していきましょう。ノックキャップ分解すると消しゴムがあるんですけれども、どちらの消しゴムにもクリーナーピンはついておりません。で、消しゴムの種類がプロとスタンダードで若干違うんですよね。で、グリップをこのようにくるくると回すと外すことができるんですけれども、内部のチャックは真鍮製になっております。で、このプロのモデルはグリップの内側の軸も真鍮で作られているので、ボディだけでもかなりずっしりとしております。一方、スタンダードの方はグリップの内側も ABS 樹脂になっているので、かなり軽いですね。それでは実際に書いていきましょう。まずプロで書いていこうと思います。書いてみた感想としては、とりあえずね、グリップ力がめちゃくちゃいいですね。さっきも言ったんですが、やっぱり握ってる時のこの包み込まれてる感覚が本当にいいんですよね。実際グリップを包み込んでるのは指なんですけれども、でもなんかね、グリップに包み込まれてるかのような、本当にそんな錯覚を起こすような、本当にこれはね、傑作だと思うグリップです。AIM Vision Pro に関しては、結構ね、重心が高めなんですよね。ちょっと高度表示窓のところだったり、後ろのボディなんかも真鍮が使われていて、どうしてもね、重心が後ろの方に行ってしまって、ちょっと書いてる時に後ろからね、なんか引っ張られているような感じがどうしてもあるんですよね。例えるならなんか川の上流に向かって泳ぐような、なんかそんなような感覚を感じてしまうので、なんか素早く書くというのには向いてないシャーペンです。そもそも製図用シャーペンっていうのは素早く書くのを目的としたシャーペンではなくて、正確な線だったり正確な文字を書くために作られたシャーペンということで、製図用というテーマに愚直に挑んだ、そんなシャーペンなのかなと思います。続いてスタンダードモデルで書いていきましょう。書いてみた感想としては、軽いですね。結構5500円のシャーペンっていう風になってくると、一般的にはね、高級シャーペンという部類に入ってくるので、結構所有欲を満たされるような重たいシャーペンだったり、そういうものが多い中、この AIM Vision の 12.7g というもうめちゃくちゃ軽いボディは、なんかね、本当にびっくりしちゃいますね。よく言うと、すごく軽快に書ける、スラスラ書けるシャーペンなんですけれども、悪く言うと、高級シャーペンらしくない書き心地なんですよね。書き心地に関しては正直数百円のシャーペンと変わらないレベルかなと思います。それでは5つ星評価していこうと思います。まずは AIM Vision Pro からやっていきます。まず軽快さですが、こちらは星2つでございます。
正直いまいちですね。先端から 77mm ということでどうしても重心高いですし、あとペン自体の全長も結構長いんですよね。なので握って書いてる時のグリップ周りの慣性モーメントっていうのが結構大きくなってしまって、正直書く時に重さをどうしても感じてしまうシャーペンかなと思います。続いて握りやすさですが、こちら星5つ満点でございます。いやもうね、このグリップはもう大好きです。もう本当にずっと握ってたくなってしまう。このグリップはね、本当に傑作だなというふうに思います。あとはね、クリップが指に干渉しないっていうところももうめちゃくちゃいいなと思いますし、この点は非常に評価できるかなと思います。続いて書き心地なんですけれども、こちらは星 4.5 でございます。やっぱりこの重量級の真鍮ボディによるしっとりとしたね、重厚感のある書き心地はすごく良かったです。めちゃくちゃ書き心地はいいんですけど、どうして満点にしなかったのかというと、このノックキャップの筆記振動なんですよね。特に筆記振動が対策されているわけではないので、書いてる時にほんの少しだけ振動を感じてしまいます。7920円ということで、ちょっとね、オーリングを入れるとか、そういった筆記振動の対策をしてくれてたら、良かったかなっていうふうに思いました。続いて、エイムビジョンスタンダードモデルの5つを消化していきます。まず、軽快さですが、こちら星5つ満点でございます。本当にね、このペンの軽快さにはとにかくびっくりします。で、最初このコード表示ダイヤルのメカのところに、一応金属のパーツが使われているので、重心が後ろになるかなと思ったんですけれども、意外とね、全然気にならなかったんですよね。この外側のダイヤル自体は樹脂で作られていて、そんなに重さがないんですよね。なので、重心結構低くなっていますし、とにかくね、書きやすいシャーペンになっているかなと思います。続いて、握りやすさですが、こちら星3つでございます。先ほどのエイムビジョンプロが星5つだったんですが、スタンダードモデルは星3つとさせていただきました。やっぱりね、さっきのプロの握った時の感動っていうのは、もう本当に星5つ上げてもいいかなと思うんですけれども、スタンダードモデルを握っても、正直感動するまではいかないんですよね。普通に使う分には全然問題ないグリップなんですけれども、せっかくシリコンを使ってるなら、もう少しシリコンで張らせた方が良かったんじゃないかなって個人的には思いました。やっぱりプロのモデルが 0.5mm 出てるのに対して、スタンダードが 0.3mm の出っ張りになっているということで、プロと同じぐらいシリコンのね、グリップ出っ張らせても良かったんじゃないかなと個人的には思いました。最後に書き心地なんですけれども、こちら星2つとさせていただきます。正直ね、ほぼプラスチックボディのシャーペンなので、重厚感のある書き心地かと言われたらそんなことなくて、言ってしまえばね、結構チープな書き心地かなというふうに考えております。ただそれだけだったらいいんですけれども、ちょっとノックキャップのね、筆記振動がカタカタ指に伝わってきてしまうので、それもさらにちょっとね、チープさになってしまうということで、星2つとさせていただきました。ということで、エイムビジョンシリーズを徹底レビューしてきました。で、最後にエイムビジョンシリーズについて、良かった点と気になった点をまとめさせていただきます。まず良かった点一つ目としては、プロとスタンダード、デザインはかなり似ているんですが、この持ってみた感触だったり、コンセプトだったり、もう方向性が全然違うということで、本当にこの2本全くの別物というところですごい面白かったなと思います。良かった点二つ目は、エイムビジョンプロのグリップがめちゃくちゃ良かったです。これに関してはね、僕が持ってるシャーペンの中でもトップクラスで好きなグリップですね。このね、もう製造コストなんてもう関係ねえよと、もうとにかくこだわって作ったんだっていうこのグリップ、もうめちゃくちゃロマンがあって僕は大好きです。で、良かった点3つ目は、このコード表示ダイヤルですね。これまでになかったダイバーズウォッチの逆回転防止ベゼルのようなこのカチカチとした回し心地は本当にすごいし、ずっと回していたくなってしまう本当に気持ちの良いコード表示ダイヤルですね。続いては気になった点一つ目。やっぱり価格かなというふうに思います。正直、エイムビジョンプロの7920円に関しては、これは結構価格相応なのかなっていうふうに思うぐらい作り込みめちゃくちゃ良かったですし、僕はこの価格決して高いなとは思わなかったです。それに対してエイムビジョンのスタンダードモデルが、やっぱりね、5500円はちょっと
と高いかなっていう風に感じてしまいました。僕の好みもすごくあるんですけれども、ちょっとね、スタンダードは5500円でこの ABS10C はちょっとね、どうしても高いなっていう風に思ってしまいます。もうシャーペンにロマンを求めたいのであれば、もうプロのモデルを買ってくださいっていうのが、僕の中では結論かなと思います。気になった点2つ目は、ノックキャップの筆記振動です。ちょっとオーリングを挟むだったり、何かしらの工夫が欲しかったかなっていう風に思います。気になった点3つ目は、クリップの硬さでございます。どうしてもクリップが短いデザインなので、どうしてもね、クリップを広げようとするときにね、結構力がいるんですよね。なので、ペンホルダーにね、クリップを挟んでしまうタイプのペンケースだと、ちょっとね、毎回力を入れる必要があるので、そこはちょっとしんどくなっちゃうかなっていう風に思います。気になった点4つ目ですが、エイムビジョンのスタンダードモデルのシリコングリップの出っ張りの高さですね。これがね、あと 0.1mm でも 0.2mm でも高ければ、もうちょっと握りやすさは向上してたのかなっていう風に思います。ということで、エイムビジョンシリーズ徹底レビューしてきました。もうエイムビジョンプロに関しては、このもう完成度の高さ本当にすごいので、もうこれぞ文句なしの高級シャーペンといった、そういったシャーペンかなと思います。スタンダードモデルに関しては、ちょっと高いかなって思うところはあるんですが、これだけね、軽快にスラスラ書ける高級シャーペンってこれまでなかったんじゃないかなと思うので、そういった点ではね、希少だと思いますし、デザインもめちゃくちゃかっこいいので、正直プロとスタンダードどっちの方が人気になるのかがすごくね、気になるところですね。ということで、今回の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。